前編ではギザのピラミッド地下に発見されたとされる謎の巨大構造物から始まり、世紀の天才ニコラ・テスラの封印された可能性のある技術、そして現在に存在する超兵器ハープ計画の驚くべき実態に迫った。ハープは電離層を操作することで天候を改変し、地震を誘発し、さらには人間の精神にまで影響を与える可能性がある。そしてこの技術をめぐり、世界的な軍拡競争が水面下で進行しているかもしれない。我々が知らないところで空は兵器となり、地球そのものが戦場と化しているのかもしれない。そしてその技術の鍵は現代科学だけではなく、遥か古代に隠されている可能性がある。後編では古代エジプトのピラミッドに秘められた謎と、それが現代の技術、そして我々の未来とどう結びつくのかを探求する。ミステリーハンターハンド君。ハンド君、いよいよ後編やな。前編のハープの話も衝撃的やったけど、ピラミッドの謎にどう繋がっていくかすごく気になるな。そうだな。現代の最先端技術の裏に古代の英知が隠されているとしたら、非常に興味深い話になる。この後編で特に注目してほしいのは、ピラミッドが決して単なる墓ではなく、テスラが再発見しようとした、あるいはハープが悪用しているかもしれない、ある種の高度なエネルギー技術、あるいは情報システムであった可能性、そしてなぜその真実が現代に至るまで隠され続けているのかという点だ。前編を見ていない方のために概要欄にリンクを貼っておきます。ではまずピラミッドの常識に潜む疑問点から見ていこう。王様のお墓だって学校で習ってきたけどな、違うってことか？主流はそうだけど、墓なのにミイラが見つからない、建設技術が謎すぎるなど説明できないことが多い。そして最近の地下構造物の報告、これが様々な代替理論の火種になっているんだ。深まる地下構造物の謎。主流のエジプト学はピラミッドをファラオの墓であると結論付けてきた。しかし最大のクフ王のピラミッドからは決定的な証拠であるはずの王のミイラは見つかっていない。盗掘説だけでは説明がつかない謎が残る。近年ミューオン粒子を用いた透視調査など非破壊的な技術によってピラミッド内部に未知の空間が存在することが明らかになってきた。大空洞、ビッグボイドや新たな通路、公式にはこれらは建設時の重量軽減のためなどと説明される。だがそれは真実の全てなのだろうか。ここで前編の冒頭で触れたピラミッド地下の巨大構造物の主張に立ち返ろう。イタリアとスコットランドの研究チームが報告したとされる深さ600メートル以上に及ぶシャフト、巨大な部屋、そして水路システム。もしこれらが事実ならば、ピラミッドの、いや、古代史そのものの理解を根底から覆す大発見だ。しかし、この主張には多くの疑問の声が上がっている。使用されたとされる SAR 技術で、それほど深い地下構造物を詳細に捉えられるのか。なぜ査読された学術論文が存在しないのか。主任研究者には UFO 研究の経歴があるという指摘もある。エジプト考古学の重鎮ザヒ・ハワス氏はこの発見をフェイクニュースだと一蹴した。だが公式な否定や科学的な懐疑論だけでこの話を片付けてしまって良いのだろうか。もし地下に何か巨大なものが存在するとしてその目的は何だったのか。肯定派の研究者たちは驚くべき可能性を提示している。代替理論1、古代の発電所。長年高度な航空宇宙産業に携わってきたクリストファー・ダンは大胆な仮説を提唱した。ピラミッドは墓ではなく発電所だったというのだ。彼はピラミッドの内部の空間やシャフトが地球の振動を利用してエネルギーを増幅するための音響装置として機能したと考えた。ダンによればピラミッドは地下水脈の水圧変動や地球の振動を捉え共振させ巨大な音響エネルギーを生み出す。さらに亜鉛などを使った化学反応で発生するガスを使い、そのエネルギーをマイクロ波に変換して外部に放射していたという。
これはまるで古代の無線送電システムだ。この説を裏付けるかのように、近年女王の間のシャフトから亜鉛などの物質が検出されている。そして地下水路システムの存在も水力エネルギー利用の可能性を示している。ここで注目すべきは、この古代の発電所理論がニコラ・テスラのアイデアと奇妙に共鳴することだ。テスラは地球そのものをエネルギー源として利用しようとした。そのウォーデンクリフの原理とピラミッドの構造は驚くほど似通っている。さらに彼はエジプトのピラミッドに強い関心を持っていたと言われている。テスラは古代エジプトの失われた技術を知っていたのだろうか。代替理論2、記録の伝道。古代エジプトには現代科学を凌駕する失われた知識や歴史が記録された記録の伝道、ホール・オブ・レコーズがギザの地下に隠されているという伝説がある。エドガー・ケイシーのような預言者もその存在を示唆してきた。今回主張された広大な地下ネットワークはこの伝説の記録の伝道ではないかという憶測が再燃している。研究者ロバート・ボーバルも著書の中でスフィンクスの地下に隠された部屋の可能性を示唆する。もし地下構造物が真実なら、それは人類の真の歴史、あるいは宇宙に関する情報など現在の権力構造にとって不都合な知識が眠っているのかもしれない。これが隠蔽の理由の一つではないだろうか。代替理論3、地下都市と戦士文明。発見されたとされる地下構造物の規模はピラミッド自体の10倍の大きさがあるという。もしこれが真実なら、単なる部屋や通路ではなく文字通りの地下都市が存在した可能性も出てくる。それは神官や労働者のための秘密の居住区だったのか、それとも古代の王たちが何らかの大変動に備えて築いた巨大なシェルターだったのだろうか。代替理論4、星からの訪問者と失われた文明。ピラミッドの建設には当時の技術水準では説明困難なほどの天文学的な知識と驚異的な土木技術が必要とされた。この事実は長年にわたり古代宇宙飛行施設を囁かせてきた。ピラミッドは地球外の知的生命体の助けを借りて、あるいは彼ら自身によって建設されたのではないか。広大な地下構造物の発見はこの説を支持する人々にとってさらなる証拠となり得る。また別の可能性として我々が知るエジプト文明よりもはるか以前に高度な技術を持つ失われた文明が存在していたという説がある。作家グラハム・ハンコックはスフィンクスに残る侵食痕が雨の多い時代、つまり紀元前1万年以上前の気候を示していると主張する。ロバート・ボーバルはギザの三大ピラミッドの配置が紀元前1万4000年頃のオリオン座の三つ星の配置と正確に一致することを突き止めた。これはオリオン相関説と呼ばれるものだ。今回地下構造物を発見したとされるイタリアの研究チームは古代文献の解釈に基づき、その構造物が約3万8000年前のものである可能性を示唆している。これは基地のエジプト文明より数万年も遡る。この説が正しいなら我々の歴史観は完全に覆る。そして彼らが持っていた高度な技術こそがテスラが垣間見たものであり、現代の闇のプロジェクトが狙っているものなのかもしれない。再び現実に戻ろう。ピラミッドの地下に広がる驚異の世界。その主張を裏付ける決定的な証拠は今のところ存在しない。SAR 技術の有効性への疑問、査読された研究論文の不在、古代文献の解釈の曖昧さ、そして何より物理的な発掘調査が行われていないという事実。専門家が指摘するように、真実を明らかにする唯一の方法は実際に掘ってみることだ。しかしエジプト政府は歴史的に公式見解に異議を唱える可能性のある調査には慎重な姿勢をとってきた。ピラミッドをスキャンするような非破壊調査でさえ様々な制約に直面している。真実は厚い岩盤と見えない政治的な壁の両方に阻まれているのかもしれない。代替理論1の中で音響装置として発電するということだったけど、
今回発見された地下に伸びる600メートルもの円柱は、まるで教会のパイプオルガンみたいやな。確かにそう見えなくもない。そして低温であるほどオルガンパイプは大きくなるから、もしそうだとしたらピラミッドのものはかなりの低周波を生み出すことができそうだな。でも結局、ピラミッドの地下に本当に何があるのか、実際に掘らんとわからんってことやな。その通り、現在の問題点を整理すると、まず地下構造物を発見したとされる SAR 技術の信頼性自体に疑問符がついていること、次にその発見を裏付ける客観的なデータや学術界で認められた論文が存在しないこと、そして決定的な証拠を得るための物理的な発掘調査が様々な理由で、特にエジプト政府の意向によって困難であること、これらが真相解明を阻む大きな壁となっている。もどかしいな。真実がすぐそこにあるかもしれんのに。だからこそ憶測や陰謀論が広がりやすい状況とも言える。しかし僕たちは希望を捨てずに、利用可能な技術や情報を駆使して真実の断片を考察し続けるのは大切だと思う。なぜ調査が進まないのか、なぜ公式見解以外の説は徹底的に潰されようとするのか、そこにこそ隠された意図があるのかもしれない。そして視点を現代に戻すと、この情報隠蔽という構図は現代のハープにも共通しているんだ。証拠の迷宮、真実はどこに。視点を現代に戻そう。あのハープは今どうなっているのか。2015年、ハープの管理は軍からアラスカ大学に移管された。透明性の向上が理由とされた。現在、施設の一部は研究者に開放され、一般向けのツアーも行われている。しかし、この移管を軍事兵器としての実態を隠蔽するための偽装だと見る向きもある。元関係者とされる人物は、最も機密性の高い機器は移管前に撤去されたと証言しているという。我々が見ているハープは、かつての恐るべき能力を骨抜きにされた見せかけの姿に過ぎないのだろうか。その真の力は今もどこかでより秘密裏に運用されているのではないか。ハープとギザのピラミッド地下構造物、現代の超技術と古代の謎。一見無関係に見えるこの二つの事象には奇妙な共通点がある。それは公式発表の裏に隠された何かの存在と徹底した情報の非公開、制限だ。ハープの運用履歴や技術的能力に関する詳細な情報は度重なる情報公開請求にもかかわらず、その多くが黒塗りにされているか、国家安全保障を理由に開示が拒否されている。ピラミッドの地下に関しても決定的な調査は行われず、様々な憶測だけが飛び交う。なぜこれほどまでに秘密主義が貫かれるのか。ニコラ・テスラ。彼は人類全体のためにフリーエネルギーを夢見た。それは人々を労働や欠乏から解放し、地球全体の進化を促す可能性を秘めた、まさに愛からの動機に基づいていたのかもしれない。エイリアンインタビューという書物の中では、テスラは地球外から高度な技術をもたらすために使わされた存在であったとさえ示唆されている。彼は単なる発明家を超えた人類の救世主たり得た存在だったのだろうか。しかし、その崇高な理想は JP モルガンに代表される目先の利益と支配を求める勢力によって無残にも打ち砕かれた。彼らの動機は何だったのか。単なる金儲けへの執着か。それともテスラの技術がもたらすであろう人類の意識の変革、つまり人々が覚醒し、既存の支配構造から自由になることを恐れた恐怖からの行動だったのではないか。彼らは地球の、そして人類の進化を意図的に遅らせようとした勢力だったのかもしれない。この愛と恐怖という二つの動機の対立は古代の謎にも影を落とす。ギザのピラミッド、それはかつて地球を満たしていたフリーエネルギーを取り出すための装置だったのか、それとも想像を絶する破壊力を持つ古代の兵器だったのか、あるいはその両方の可能性を秘めていたのではないか。技術そのものは中立である。それが恵みとなるか災いとなるかは、ひとえにそれを使用する者の意識によるのかもしれない。ピラミッドは
古代人の意識がどちらを向いていたのかを我々に問いかけているかのようだ。そしてこの問いは現代の我々にも突きつけられる。ハープのような計り知れない可能性と危険性を秘めた技術。これもまたピラミッドと同様にフリーエネルギーのような恩恵をもたらす可能性と気象兵器や精神操作兵器のような恐怖をもたらす可能性の両方を秘めている。重要なのはそれを開発し運用する者たちがどちらの動機に基づいているかである。人々の幸福と進化を願う愛なのか、それとも支配とコントロールへの渇望、変化への恐怖なのか。陰謀論だと一生に付すのは簡単である。突飛な主張や根拠の薄い情報に惑わされるべきではない。しかし、あらゆる情報を鵜呑みにせず、公式発表や定説に対しても健全な疑問を持ち続けることは非常に重要である。なぜなら、歴史が示すように、権力は時に恐怖から真実を隠すからだ。我々一人一人の中にも愛と恐怖は常に存在している。では、我々は何をすべきであろうか。答えは一つではない。しかし、まず第一歩は、自らの内なる動機を見つめ、疑問を持つことをやめないことである。そして、与えられた情報だけでなく、その裏にある可能性や異なる視点を探求すること。独立した調査や研究を行う人々に耳を傾け、政府や国際機関に対して、より高い透明性と説明責任を要求し続けること。そして自ら学び、考え、他者と対話し、議論することである。テスラの封印された遺産、ハープ計画の真相、そしてピラミッドの地下に眠る真実。これらは単なる過去のミステリーや遠い場所で起きている出来事ではない。技術の進歩がもたらす光と影、情報がどのようにコントロールされ、あるいは隠蔽されるのか、そして我々自身の未来が愛と恐怖のどちらの力によって形作られていくのか。これらはすべて現代社会に生きる我々一人一人にとって深く関わる問題なのである。なんだか壮大な話やったな。今回強く感じたのは、点在する都市伝説が繋がり始めてるってことやな。確かにそうだな。それは謎に対して今まで問い続けてきたおかげかもしれないな。今回の話には3つのポイントがあったと思う。まず、ニコラ・テスラという天才が愛に基づき人類に貢献しようとした可能性と、それを恐怖に基づく勢力が妨害したかもしれないという構図。次に、ハープ計画がテスラの技術の延長線上にあり、その利用目的が人類の幸福か、それとも支配かという深刻な問いをはらんでいること。そして、古代のピラミッドもまた、エネルギー装置か兵器かという両義性を持ち、技術を使う者の意識や動機が重要であることを示しているかもしれないということだ。結局、どんなすごい技術も使う人次第ってことやな。愛か、恐怖か。そして現在の世界は、どっちの勢力が情報をコントロールしてるのかも重要やな。そこが最も重要なポイントかもしれない。つまり、この物語の核心は、単なる科学ミステリーや荒唐無稽な陰謀論じゃない。それは、技術の進歩がもたらす光と影、権力がどのように情報をコントロールし、時に真実を覆い隠すのか、そして僕たち一般市民はそれにどう向き合うべきかという現代社会に生きる僕たち全員に関わるテーマを投げかけている。特に僕たち自身の行動の根底にある動機が愛なのか恐怖なのかを自問することが重要になってくる。俺らにできることは何なんや。こんなでかい問題に対して個人で何ができるんやろうか。確かに無力感を感じるかもしれない。でも諦めて思考停止してしまうのが一番良くない。簡単な答えはないけれど、まず第一歩はやはり疑問を持つことをやめないこと。そして与えられた情報を鵜呑みにせず、多角的に物事を見て自ら調べ考え、そして他者と対話し議論すること。画面の前の皆様も対話の相手がいなければ、ぜひこのコメント欄を使ってください。あなたの考えや考察を共有することで、あなたの一言が誰かの新たな気づきになるかもしれません。自分自身の行動が愛に基づいているか
恐怖に動かされていないかを意識することは大切です。小さな声や行動でも集まれば大きな力になる。沈黙は時に不都合な真実や恐怖に基づく支配を容認することにつながります。この物語がそのためのほんの小さなきっかけになれば幸いです。沈黙はしばしば権力者にとって同意と解釈される。我々はこのまま都合の良い物語だけを聞かされ眠り続けるのであろうか。それとも自らの目を開き疑問を持ち粘り強く問い続け時に困難な真実を探求する道を選ぶのであろうか。そして自らの行動の源が愛であるか恐怖であるかを問い続けるのであろうか。その選択は他の誰でもない我々一人一人の中に委ねられているのである。